ご視聴いただきありがとうございます。アスパンです。今回のテーマはロレックスマラソンについてです。先日妻と話をしていたのですが、アスパンがやってたのってロレックスマラソンなのと聞かれました。ロレックスマラソンはしていないというのが聞かれた直後の印象でした。ロレックスの正規店で計6本の腕時計、そのうち3本は指定モデルを購入しており、SS デイトナも購入しています。ただ、毎日訪問したり、複数のお店を1日で回ったことは数える程度しかしていません。行けば買えるわけではないので、それなりに苦労はしましたが、マラソンに例えられるようなイメージは持っていませんでした。私の経験をもとに、ロレックスマラソンについて振り返ってみたいと思います。もしかすると、今マラソンをされている方を惑わす動画になってしまう可能性があるので、信念を持ってロレックスマラソンをされている方は、ここで引き返していただく方がいいかもしれません。参考になった方は、チャンネル登録と高評価もお願いします。まず、ロレックスマラソンの定義がよく分かっていなかったので、自分でも調べてみることにしました。いろいろな情報を合わせてみると、ロレックスの人気モデルを手に入れるために、正規店を巡る行動を指すそうです。欲しいモデルが手に入ったら完走と呼ぶそうです。なるほど。そうであれば、私がしていたことの一部はロレックスマラソンかもしれません。いろんなサイトを見て、私の経験と合っている部分と違和感を感じた部分を挙げてみます。最初に面白いと感じたことは、欲しいモデルは絞った方がいいと書いてあるサイトが多かったことです。私の動画を見ていただいている方は知っているかと思いますが、私は特定のモデルに絞ってロレックスに行くことは少ないです。理由は簡単で、在庫が少ないと聞いているので、在庫があるモデルの中から探す方が買いやすいと思っているからです。ちなみに、店員さんと話をしているときによく耳にするのが、ダイヤルやブレスレットも含め候補を広げて探される方がいいですよという言葉です。特にデートジャストは特定の設定を決めて購入するのはとても難しいと思います。では、どうやってたくさんあるモデルの中から店員さんに欲しいモデルを伝えるのかといえば、現状を素直に伝えることだと思います。エクスプローラーが欲しい人がいたとすれば、欲しい理由があると思います。例えば、営業職をしているのでデート表示がないシンプルなダイヤルで昇進しても使えるようなワンランク上の時計が欲しいみたいな感じです。そうすると、オイスターパーペチュアルやエクスプローラー、サブマリーナあたりが候補になってくると思います。すべて希望に添えない場合もあるので、デート表示がある時計になってしまいますが、と別の時計を案内してもらうこともあると思います。でも、どの時計も魅力的なので提案されたら買ってしまいます。入店時の服装や時計についても気にしている方が多いのは驚きました。考えてみれば、どんな服装や時計をしているかでその人をイメージしてしまうかもしれません。私の経験では、ブランド成功をしていった時もあれば、Apple Watch をしていったこともあるし、時計をしていない日もありました。それでも変えているので、ドレスコードが決まっているとは感じませんでした。一つ感じることがあるとすれば、先ほど話をした欲しい時計と欲しい理由に矛盾がないことは大事だと思います。営業職と伝えているのに、平日にジーパンで買いに行ったら違和感があります。本当に営業に行ってるのと思ってしまいます。スーツスタイルなのに靴がスニーカーとかも不信感を持つと思います。どんな仕事をしているか想像が難しいからです。逆にジーパンにApple Watchだけど IT エンジニアの方がフレックスで働いているから平日に来ているのであれば違和感はありません。管理職になるタイミングで出社が増えるので時計を買いに来てますという感じだったら納得です。スタッフとの関係づくりや購入の意思を伝えることも大事だと思います。私の動画を見ていただくとわかるのですが、ロレックスの店員さんのホスピタリティは素晴らしいです。毎日多くの方と接する中、お客さんとの会話や服装、時計が欲しい理由など、長期にわたり覚えてくれています。私の仕事は年間を通じて繁忙期が決まっているので、時計屋巡りができる時期が決まっています。ロレックスに限らずですが、多くのお店で前回来店されたのは3月頃でしたよねと声をかけてもらうことも多いです。中には、そろそろ来られる時期だと思っていましたと言われて驚いたこともあります。特定のスタッフさんがいなかった場合でも、次に行った際には、前回来店いただいた際には不在にしておりすみませんと言われたこともあります。店舗にもよると思いますが、お店全体で顧客に対するフォローをしてもらっていると感じる場面が多いです。また、購入の意思を伝えることも大事だと思います。私はあまり得意ではないのですが、ある条件の時計は検討していませんと伝えることも大事です。例えば、42mm サイズ以上の時計は自分の腕周りから考えると候補になりませんのように伝えておくのもいいと思います。
私自身もあるモデルについては特殊な事情で提案されても購入しませんと伝えたことがあります。その後はそのモデルに関する話題にはなっていません。オリジナルの意見になり、ネット情報では見つけることができなかったのですが、他の時計ブランドの話も必要だと思います。ロレックスが欲しいのに他のブランドの話をするのは失礼だという人も多いかもしれません。でも同じ条件で他のブランドでも買えるのか、ロレックスでなければ買えないのかは大きな差だと思います。理由は別の動画にしようと思いますが、例えば先ほどの条件、営業職をしているのでレート表示がないシンプルなダイヤルで昇進しても使えるようなワンランク上の時計が欲しいに合う時計は他のブランドでもあります。それでもロレックスでなければならない人と他のブランドでも問題ない人、どちらに着用してもらいたいでしょうか。これは個人的な意見かもしれません。私は時計好きなので他のブランドのブティックにも行きます。どのブランドも個性があり優れているところがあります。それでも私は理由がありロレックスを選んできました。そしてその理由も店員さんに伝えてきました。逆にロレックスのここは不満という点も伝えていますが、それはしなくてもいいかもしれません。あと購入資金は用意しておいてくださいね。何度も経験して驚くのですが、提案されるタイミングは本当にわかりません。身分証明書やカードを家に置いて訪問した日もありますが、持っていない日は行くのをやめた方がいいです。提案いただいた後に準備しようと思っても、長時間の取り置きは難しいと言われてしまいます。そのため、妻にタクシーで来てもらったこともあります。クレジットカードの限度額や所持金も確認してくださいね。カードは2枚同時に使えない場合があります。現金とカードの組み合わせなど、いざという時に引き出せる準備はしておきましょう。ATM は詐欺にならないように制限がかかっている場合もあります。いろいろ話をしましたが、それぞれに矛盾がないかを会話の中から店員さんは感じ取っているんだと思います。試験を受けているように感じるかもしれませんが、いつも通りそのままの自分でいれば素敵な時計に出会える日が来ると思います。当たり前のことを聞いていただく動画になりましたが、妻の一言から感じたことをお伝えさせていただきました。もう一歩踏み込んだ話題にしようかと思ったのですが、皆さんからひらめく瞬間の楽しさを奪うわけにはいきません。ロレックスマラソンを完走されることを願っています。